突然です。睡眠です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、飲んじゃったもの、食べちゃったもの、言っちゃいけないこと、食べちゃいけないこと、ものなんかのお話をしている番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。昨日は何をしてましたか。夜陣内くんの生配信があったのでそれに行っておりました。それがUM のスタジオからやったんですけども、いやすごいところにありますよ本当に。UM のスタジオというのは六本木はミッドタウンの中にねありましたね。驚いちゃいまして、入るまでのセキュリティの厳しさといったらね、まあよく僕をあんなところに入れましたね、とか思いながら、いやすごいスタジオでしたね。なんていうんですか、セットの裏、カメラ映ってない方にの反対側にカメラが設置してる方にグリーンバックのスクリーンが設置されていたりね、照明も常備されていたりとか、まあ本当に素晴らしいスタジオでしたね。あれUM に所属しているのか、登録者数が一定以上あればタダで使えるというね素晴らしいスタジオでしたよ。その前になだぎたけしさんのチャンネルの方でもUM のスタジオを使ってるのを見てたんで、ここかと思いながら行ってまいりました。桃鉄の対戦をしておりましたね。で今日、話したいことはラジオの、そうですね、ざっくりとラジオのことを話したい。ざっくりとね、いろんなと言ってももうほぼ決まったラジオしか聞いてませんが、まず一つ言いたいのはナイツ・ザ・ラジオショーって平日の1時からやっておりますナイツさんの日本放送のラジオ番組があるんですけど、そこに昨日ねR1 のR1 に出てた高田ポルコさんと名前が出てこないなんとかひろあきさんなんでした寺田ひろあきさんねが出てまして、R1 のことをお話しされてたんですけども、審査員R1 の中身自体はどうってことはないんで、どうってことはないってこともないですけど、特にね改めて言うことも特にないこともないですけども、取り立てて言わないですけども、審査員で陣内くんがほとんど見たことない人が多いんで楽しみですね。事前情報を入れずにネタも YouTube とか見ずに、挑みますみたいなことを言ってたと。しかし、寺田さんはなんとネタパレに以前全く同じネタで出ていたのに、陣内さんに覚えてもらっていないところ、そういうところが結果につながらなかったんじゃないかなみたいな話をされてて、確かにね、人によってなんていうのかな、印象に残る人と残らない人っているじゃないですか。あれこの人会ったことあるかな、会ってないかな、初めてかな、でもなんかどっかで会ってそうだなみたいな、印象に残る残らないみたいなのがあるとは思うんですけど、僕はね比較的印象に残るというか、残す、わざとねあえて残すようにはしてるんですが、ところがですよ、覚えてはもらえるんですけど、僕が人の
名前と顔をね覚えるのが非常に苦手で、それ逆に困るんですね。覚えてもらってない方が僕が覚えてないんで助かるんですけども、僕は印象に残しちゃう方だからで僕が困るんですよ、覚えてないからっていうのはあるので、覚えてもらえにくい方が助かることもあるなとは思いますけどね。逆にお前が覚えろよっていう話ではあるんですが、そんな話をされてたのと、同じ事務所なんですね。なのでいろいろナイツさんとの関係を関係では強気な発言というかをしているそうなんですが、間に誰か入ると先輩後輩みたいな立ち居振る舞いをしているみたいなところがちょっと面白かったですね。あとはポルコさんですか。ポルコさんは非常に真面目な方だなという印象、ラジオでもね聞いてても思いましたね。やっぱりR1 のあれでも言いましたけど、角度がやっぱ面白いですよね。あの角度しないし、俺の絵でできるかね。リコーダーうんぬんじゃないよ、あの角度が面白いね。はい、というのがライズ・ザ・ラジオショーは、家にいて作業している時はほぼ毎日聞いてますね。それから、ラジオではないんですけども、東野さんのね幻ラジオが大好きで、私よくというか今ほぼ毎日かぶってるのは市民の幻ラジオのキャップをかぶってるんですけども、原口さんの秋政さんのチャンネルでも、まやかしラジオというのをやってて、それが昨日の幻ラジオの方でコラボをしてて、原口さんが東野さんのモノマネで、初めねやってて、東野幸治の幻ラジオまた聞いたってやっていうのをずっとやってて、2人で途中から東野さん出てきて話し出して、いや面白いから続けてくださいみたいなのをやってたのを見て、じゃあ原口ね、秋政さんのやつも聞こうと思って聞いたら、やっぱほんと似てるんで、でも僕はもうずっとキャップを買うぐらい T シャツ買うぐらい幻民なんで、すぐ声の違和感にはすぐ気づいたんですけども、もう一つね違和感というか、原口さんのチャンネルで見た時にあれって思ったのは、やっぱ広告ですわ。前に CM が流れちゃうのが幻ラジオっぽくないと思っちゃったんですよね、まやかしラジオは。そこはねしょうがないといえばしょうがないんでしょうけども、そこまでね徹底してコピーモノマネしてくれるとよっとは思いますけどね。なかなかせっかく広告ついてるのを剥がすっていうのはね、それはしないでしょうけども、一幻民としてはまやかしラジオもぜひそこをね真似てほしかったなっていうのは、そこじゃないですか、幻ラジオのいいところってね。広告をつけずに、スポンサーをね自らつけて、やる理念というかね、そこ根本のところもぜひモノマネしてほしかったなとは思いつつ、でも楽しんでね、聞いておりました。それから他は何聞くかな。最近はねあまり聞かなくなっちゃったというか、神田伯山さんのあれですね、何でしたラジオもよく聞いております。あとはねオールナイトニッポンも
ジャンクも聞いておりますね。ジャンクは月曜ジャンク、月火水ジャンク。オールナイトニッポンは佐久間さんのと、ナイナイさんのと、ファッサマ、クリーピーナッツは聞いてるかな。意外とね、僕エレカタとか、三四郎とか、あの辺は聞いてないんですよね。あとオードリーもね。まあ、タイミング合えば聞くんですけど、あんまり聞いてないですね。関東圏のあれっていうのは、なかなかあんまり聞いてない。あとね、ビバリーヒルズ。月曜、金曜は、聞いておりますが、清水のみっちゃんのやつも聞いたり。あとね、意外に、東さんのやつとかも好きで、ね、その時間に、聞けれたら聞いておりますね。あとは、明日のカレッジ、あと金子綾乃さんがね、火曜日にやっているやつも、アッコゴリラさんのね、枠でやってるんですけど、それも聞いてますね。あとは、あれですね、浦沢直樹さんと高田純次さんのやつも聞いておりますね。あとは日曜サンデーね。日曜サンデーも聞いてますね。ほぼ家にいるときは、まあ、ラジオつけてますね。ラジオというか、ラジコですね。っていうので、まあ、ラジオの何が面白いかってね、こう、よく言われてるのは、こう、リスナーに直接問いかけてるみたいな感覚があるっていうのと、あとはね、やっぱりね、普段なかなかテレビに出ないというか、そういった、まあ、雑誌には載ることあっても、こう、本音で喋るとかね、神田伯山のあれじゃないですけども、ね、大人の本音が聞こえる場所でした。ね、みたいなんで、ゲストで来た方が、まあ、この間の佐藤柏さんのね、話をしたように、そういった言葉が聞けるっていうのはなかなかテレビで見ないかったり、雑誌でもなかなかね、登場しなかったりするような方の、そういった話が聞けるっていうのは本当に楽しいですね。それこそ昨日のね、寺田さんのね、覚えてもらえていなかったっていうところがやっぱり僕の至らなかったところだろうみたいな話とかね、やっぱりそうラジオじゃないといけないじゃないですかっていうのは、そういうのがやっぱ面白いね。パーソナリティ自身の面白みもありますけども、そういうのが好きで、聞いてますね。といったところでお時間が来てしまいましたので、またね、番組一つ一つね、深掘りして、また取り上げてみたいなとは思いつつ、幻ラジオは3月で、ラジオ番組になってしまうので、聞けなくなるというかね、YouTube の方はなくなるとかだと休止になっちゃうので、今度は、まやかしラジオ、まやかし民になって、グッズもね、なんか作るみたいな話になってましたんで、それはちょっと深掘りというか、ね、聞いていきたいなとは思っております。そんなところですか。はい。といったところで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。